こんにちは。今日はブレアのカンナちゃんに来ていただきました。いろいろねお話聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい。で、カンナちゃんはもうブレア入ってどれぐらいになるんだったっけ？私は1年と5ヶ月です。あ、じゃあ1年5ヶ月、じゃあもう12月終わったら1年半、そうですね。へえ、それまではもともとどっか銀座にいたんだったっけ？銀座ではなくて、錦糸町に4年前、1年ほど勤めてました。で、そこからしばらく空いて、スカウト、それとも紹介とか？斉藤副社長、斉藤さんが、スカウトしたって声かけてもらったというか。そうですね。もともとブレアは拝見してて、そのままインスタグラムそれで声かけられて、じゃあ働いてみようかなみたいな感じで。へえ。じゃあもともとは錦糸町含めて、1年と1年半で2年半ぐらいってことか。へえ。どうですか、クラブって？なんか錦糸町の方はキャバクラ？そうですね。で、最初はシステムが結構違うなとか。ありました。とか、働きやすさとかはどうですか、クラブは？働きやすさ。もう初めの頃は結構辛いこともあった。戸惑った。戸惑いがすごかったです。だからとりあえずお酒をひたすら飲む。大体なんかほらキャバクラに比べてね、働く人の年齢が上じゃない？やっぱりみんな20代前半とかじゃなくて、30前半、お店によっては後半の人もいらっしゃるから、やっぱりクラブの方が初めて入ると、お姉さんがいっぱいいる感じにはなるよね。そうですね。皆さん優しくて、やっぱり教えてください。聞けばもう詳しく教えていただいたりとか、素敵な方が多いので、背中を見て、背中を見て、じゃあ頑張ろうとか、そうですね。こうしようみたいな。になる方も本当に多いので、真似してます。なるべく難しいです。難しいよね。なんかほら、こういうの困ったりとかなかった？さすがにそのなんだっけ、指名をキャバクラってしてもらえたら、自分にお客さん来るわけじゃない？売り上げもつくし。でもクラブって自分にまず指名っていう制度がないから、なんか働いても自分の売り上げにならないとか、なんか何のために働いたらいいんだろうみたいな、そういうモチベーションとかはどうやってクラブでこうシフトしていったの？どう？そのキャバクラとか違って、そうですね。そのあたりの割り切り方は？一人勝負じゃなくて、やっぱりお姉様、ママとかがね、で、みんなで頑張ろうみたいな。そうです。人のためにっていうか、感謝されて、感謝私も返すというか、そのお互いの支え合いというか。じゃあキャバクラの時は結構指名とかもらってガリガリやってた方？それとも結構ふわふわってやってた方？ふわふわでしたね。その店で一番になろうとか、そういう風じゃなくて、そうですね。頑張ろうぐらいの感じ。そうです。多分団体行動っていうか、こういうクラブの方が向いてる人だったんだろうね。今が続けられるってことは。そうですね。ほらやっぱりこう私が一番とか、私がもっとガリガリ頑張りたいっていう人は、そのハードルが結構あって、キャバクラからクラブに行くときに、結構難しいなってやっぱ思うみたいで、なんかアフター行っても同伴しても売り上げがママにつくとか、やっぱその辺がもう最初の一つの壁みたいな感じって聞いて、その辺全然なかった？なんか私にお客さん全然同伴もアフターもするけど全部売り上げママに行っちゃうとか、そういうのはどんな感じなの？気持ち的に。同伴をいただけるだけで本当に嬉しいです。やっぱりこう同伴振ってもらったりして。そうですね。助け合いだよね。お客様だったらもっと嬉しいけど、ママのお客さんでも呼んでもらったりしたら、なんかその必要とされてるわけだもんね。そうですね。本当に嬉しいことです。本当に素直だよね。いや、私はそういう気持ちがゼロのみじんもないホステスだったんだから、でも絶対自分で一番になろうみたいな人だったから、なんか嬉しいとかないよね。でもその嬉しいって思える人は多分チームワーク向いてるんだよね。なるほど。でも私みたいに、
やっぱ自分で頑張って自分の成績上げたいっていう人は、なんかまあ私は続いたんだけどね、クラブ続いたんだけど、早く結果が出せないと結構挫折する子もいるんじゃないかなって思った、そのキャバクラから来てキャバクラに戻る子とかも、まあたまにいるし、でクラブに勤めたけど、やっぱ係もらえないから次の店に短い期間で移る人もいるし、私すごくマイペースなので。マイペースだよね。多分今までのゲストで一番マイペースだと思う。今ねママ3人と、あとかりんちゃんとね、かなちゃんでしょ。まあ、かりんちゃん自分で売り上げ持ってやってるタイプだし、ママも、まあ、3人とも自分で売り上げやってるから、私ねその、ホステスさんが、そのまあ、ママ目指しますとかね、ママになった人の話はまあこううまくいってる人の話で、今ほら頑張ろうみたいな、これからね銀座で頑張ろうとか、私が銀座で働けるのかなって思ってる人いっぱいいると思う。そうですね、もうそのハードルがそもそも高いと思ったり、あとまあ一人で行ってお客さんゼロで大丈夫ですかって質問もいっぱいいただくから、なんか、そういう人のなんかこうみんなね、うまくいった人だけの話じゃなくて、今うまく生きかけてる人とか頑張ってる人の話も大事だなと思うのね。ちなみに、クラブを続けられた、今続けてるね1年半、こう何がやっぱ一番気持ち的に大きいってママとかの、やっぱためになりたいでもあるけど、例えばそのやりがい、お客さんがみんな結構いい人が多いとか、なんか土日にみんなで飲みに行って楽しいとか、交流があるとか、なんかない？なんかそういう続けてられるこうモチベーションって何？いっぱいあります。何どれから言う？ちょっと教えて。なんかこういうことあってブレは楽しいよっていう。どれから言うかいっぱいある。そうです。出会いですかね。もう素敵な真摯なお客様との出会いと、お姉さん方の教育というか、気づかされることがとてもあって、女性としてとか、人間として人としてのあり方。先輩のお姉さん結構いる？います。いっぱいいます。可愛がっていただいてて、怖くないんですけど、でもまあこう怖くないけど、なんかいろいろ優しく教えてくれるみたいな。そうですね。まあでも怒られることないの？厳しく時にはそれダメだよとか。そうですね。愛の無知で。ちなみに3人いるママだったら、一番誰が怒るの？怒られたことある？誰ですかね。レイカママは一度怒った？いや2度ぐらい怒ったの。仏の怒らないレイカママが2度怒ったの。お叱りいただきました。そうだったのね。あと誰に怒られたの？ヒカルママは軽く怒られたの。軽く怒られたの。アドバイスが多いですね。でも察してくれますね。大丈夫とか気遣いしてくれる。気遣いとて。で香りママは？香りママもかんなってすごい可愛い。可愛がってくれて。可愛がってくれて。怒られたの？あんまり怒られたことありますねと。あるの？なんかみんなに怒られてる。くじけず、そうだなって私も。じゃあ一つだけでいいから、過去にね、なんか怒られたことある内容って何？ちょっと教えてほしいな。一番厳しいのはやっぱり時間編集。遅刻多い人なの？結構多いの？ギリギリ行動です。バタバタバタ。でも一応なんかその10分遅刻とか15分、最高何分遅刻したことある？遅刻最高1時間近く。それ何があったの？家にいたの？家にで支度がちょっと伸びたみたいな。たりとか二度寝したりとか。何してたんだろう？忘れちゃう。でそういうキャラがきっとお客様に伝わってるんだよね。だからお客さんもさ、プロばっかり、まあプロっていうか、私とかママみたいなプロばっかりだと、ほらなんかこうまあこっち仕事感すごいあるからね、仕事としてすごい仕切ってるけど、やっぱかなちゃんみたいに
ヘルプの女性が一生懸命こう対応してくれてる、お客さんそういうのもやっぱ好きだから、あこの子一生懸命だなとか、まあ、この子ふわふわして可愛いなとか、なんかこうみんながプロだとまたそれはそれであんまり味気のないお店になっちゃうと思うんだよね。バランスなんです。でもちゃんとしたいです。ちゃんとしたいの？ママを目指したいの？あ、私のこと？あ、そうなの。ママになりたいのじゃなくて、ママみたいな女性に。ああ、なるほどなるほど。ママさんたち、お姉さんたちみたいな。まあ道のり長いねこれは。長い。遅刻ダメだよ。じゃあそれではですね。まあ今ねブレアで1年半一生懸命働いてて、まあ、この仕事もじゃあ足掛けで2年半やってるじゃない、そのまあ、お金一生懸命貯めてそれはなんか使いたいこととかなんかあるの？ありますね、目標がありまして、ヨガがとても好きなんです。今もちょっと休日とか平日の行ってます。そうなんだ、ヨガに行ってるんだ。なのでヨガの資格を取るためにお金も貯めてますね。まあそう貯金すごく大事だよね。まあ出費ももちろん多いじゃない。例えばまあ美容室も行かなきゃいけないし、ドレスも毎月新調しなきゃいけないし、なんかこういっぱい貯めて、まあいっぱいなんか貯まればいいけど、出るものも多いもんね。贈り物したりとかね。お歳暮やってる？お歳暮始めます。始めたじゃなくて始めますなの。ちょっとやろう、今年やろう。もう12月だからやった方がいいよ。教えてください。もうやんなきゃ、クラブの人お歳暮出さなきゃ。わかりました。まあちゃんとね、まあ百貨店とかに行って、まあのしつけてお歳暮って書いて、で会社名入れるかどうかちょっとまあ置いといて。まあ名前はあんまり入れない方がいいかな。自分の名前入れちゃうとさ、会社に届いちゃうもんだから、あこれクラブの女の子の名前だとかあんまそういうの良くない人もいるから、なんかお歳暮だけ書いた、まあ、のしをちゃんとやって、冬だったらね4000円ぐらいとか、5000円ぐらいのものを、まあ、送って、お中元だったら、まあ、3000円とか3500円ぐらいのものを、まあ、送る方がいいのかなって思う。もう高くなくていいから本当に。数だから。数よ。数だから。お歳暮は数だから。もう5000円10件より3000円20件の方がいいから。本当に。頑張ってます。数勝負で。まあ営業職だからね、ホステスさんってね、広く浅くやっぱお客さんに忘れられないようにね、ちゃんとそういう風に定期的にお便りとかそういう季節のものとかをねお送りするのはいいことなんじゃないかなと思います。大丈夫？大丈夫です。大丈夫だよね。かんなちゃんだったらなんか大丈夫な気がするわ。本当ですか？みんな助けていただいて。ということで今回はこの辺りで。はい、またね。ありがとうございます。